はいどうも、カッパ園長です。じゃあ、このところではね、韓国の軍事、韓国軍事といえば、まあ、KF21、ボラメと書いてポラメでしたっけ。ボラ梅っていう風にこのカタカナ表記してるところもあったんですけど、まあ、なんでもいいですけど、意味は確か若鷹でしたっけ。なんかやっぱりね、この孫さんとこソフトバンクとね、なんかやっぱ繋がってんのかな、みたいな。まあ、どうでもいいんですけど。1兆円ばっくれたっていう話らしいんですよね。まあこれ韓国の言い分ですけどね。いや、インドネシアがね、本当は韓国に、ね、売りたち韓国にこのね、KF21 の代金1兆円を支払わなきゃいけないのにばっくれてやがるっつって、韓国が文句垂れてるんですよ。でもインドネシアはもう、あっちゅう間に手引いてませんでしたっけ。ね、だってフランスのラファールだったかな。ね、購入を決定してたと思うんで、もう KF21 には興味ないと思うんですけどね。まあ、我々からすれば韓国もね、インドネシアもね、どっちもどっち、ね、嘘つきですけどね。まあ、っていう話だったりとか、あとは、このポーランド、まあ、韓国ってほら、武器輸出、なんかこの軍需産業、ね、武器輸出でこのなんかウクライナ、ロシアの件とかで、なんかちょっと掘るってたと思うんですけども、どうもそれがまたね、なんか頓挫しかかってるらしくて、あれみたいな。またなんか虎の狸のみたいな、そんなことになりそうになってるらしくてね。っていうところに、ね、そういうタイミングでこの日本の三菱電機がこのアメリカ軍のなんか装備品のこの製造にこの参画するっていうね、なんか日本の軍需産業が、まあなんかこの輸出ですかね。おい、ちょっと待てよと。なんで日本がそこで出てくんだよ、みたいな。そういう話が出てきて、韓国グギギギっていう、そういう話ですかね。まあちょっとね、順番にね、見ていきましょうかね。どういうことなんでしょうかね。じゃあ、まず1兆円ばっくれたですかね。まあちょっと、くどいところはカットしますけど、インドネシアが、そもそも事業費、総事業費8兆8000億ウォンの約20%、これが1兆7338億ウォン、1兆っていうこの根拠にしてるんですよね。を負担するという話だったんですよ、最初ね。で、この費用負担の代わりに試作機1機と技術資料を受け取って、まあインドネシアで48機を、現地生産、なんかそういう計画でしたよね、最初ね。すげえ初期の頃ですよね。ところがインドネシアなんかこの途中でこのフランスのラファールの、ね、ラファールっていう戦闘機の購入を決めるなど、KF21 からもうなんかこの興味ないというか、好きあらばもう撤退するてか一回撤退したよね、このコロナの時に。ね。コロナの時に、まあコロナだし、まあいいタイミングだっていう形で、ささーってなんか引いてったと思うんですけどもね。で、インドネシアはこれまで2783億ウォン、しか払っておらず、ね、韓国はそう文句言ってるんですけど、残りの1兆ウォン、1兆円じゃなくて1兆ウォンですかね。インドネシア分、インドネシアの分担分が減額されたからこの金額なのかな。をいまだにこの支払うとは公表はしてないんですよね。2019年1月で2272億ウォン、11年94億ウォン、11年じゃない、22年。で、23年417億ウォン。で、それでもなんか金は払ってんだ。どういうつもりなんですかね。で、合計で2783億ウォン。なんかインドネシアが本気でどうにかする取り組むつもりがあるとは思えないですけどもね。で、まあ、韓国はなんかイライラしてるわけですよ。10月4日だっけな、オム・ドンファン、防衛事業庁長をインドネシアに派遣したんですが、まあ、とりあえずなんか手応えも何もなかったと。まあ、空振りだっただろうと。で、案の定、23年のこの11月2日ですかね、ついこの間、国防調達計画局がインドネシア約束通りの10月末までの支払い計画は提出しなかったと発表。インドネシアは6月末までに支払いスケジュールを通知するといい、でこれがスルーされた後、10月末までに計画を停止するとしていたが、今回もやっぱりバックれたと。だからやっぱりこれに本気でね、取り組むつもりはインドネシアにはないわけですよね。で、またジャカルタが支払いの約束を守らないことは両国空軍のための先進的な多用途戦闘機開発へのコミットメントに対する信頼を損なうと。こ
コミットメントね。何にコミットするんだろうね、この KF21 は。で、ジャカルタの支払い計画を待つ間、インドネシアとのパートナーシップをどうするかについて様々な可能性を検討中と述べたと。で、この国防調達計画局が、支払い問題を解決するため、今年の末まで、にインドネシアとの共同プロジェクトに関する基本合意を改定する予定だと。でそこでなんかこのプラン B とかいうのが出てきてるらしいんですけども、インドネシアは22年2月にフランスからダッソーラファール戦闘機42機を購入する81億ドルの契約を結んでいると。で、6月にはカタールから12機の中古のフランス製ミラージュ戦闘機を購入。で、8月にはアメリカ合衆国ボーイング社から4.5 世代戦闘機 F15EX24 機購入する覚書にも調印していると。もう KF21 いらねえじゃんだって。ね、F15EX が 4.5 世代戦闘機なんでしょ。で、ステルス化が完了すれば F35 以上の戦闘機になるなどと言っているのは、ね、韓国の人しかそんなこと言ってないんで、今更 4.5 世代戦闘機を、ね、高い金出して購入してどうすんだっていうのが、まあ、別に日本に限った話じゃないですよ。ね、世界中の多くの航空専門家とか軍事の専門家とかが、だってそもそも設計の段階でもう言ってたじゃん、散々。ね、だって F22 とか F35 よりも後から出してくるのに、ね、性能で劣ってるなんていう、そんなもんに誰が興味持つの。よっぽど価格がべらぼうに安いとかさ、ね、1機変わったらもう1機ついてくるとかだったら分かんないよ。で、この現状なんで、韓国メディアではプラン B が必要だっていうなんかよくわかんないね、あるのかないのか知らないプラン B とやらが言い出してきて、で、なんかね、KF21 の開発企業である KAI はインドネシアからの拠出金がなくても財政難にはならないとし、開発者はプラン B があっていつ実行に移すか検討していると述べたと。また業界関係者のとポーランドやアラブ首長国連邦を含むいくつかの国がこの KF21 プロジェクトに関心を示していると。ポーランド、この後ポーランドの話するけど大丈夫？その適当なこと言っといて。韓国との提携の可能性を探っているとしていると。いや、これは確実に嘘ですね。いずれにせよ先に紹介したね、要はこの初期量産数も半減される可能性まで高まってるんで、KF21、早速ね、暗雲立ち込めてっていうやつですね。これどうやって日本のロビーのせいにするか。そこですよね、やっぱりね。真骨頂というか腕の見せ所はどうやって日本のせいにするか。ここにかかってますんで。さあ、しっかり頼みますよ。ちょっと半日緩めすぎだからさ、君らさ。ね、ちゃんとしようね。ということで、じゃあ続き後半そのもので、今回は以上です。